ごちそうさまチャンネルは男子おつまみ熟成肉を使った、ステーキを焼いてステーキソース2種。これいいよ。これすごいよ。わお、いいですね。万能玉ねぎソース、うまそう。赤ワインのソースですね。うまいよ。うまみ爆弾だね。今日のごちそうさまチャンネルは男子おつまみ熟成肉を使ったステーキを焼いてそのステーキソース2種今日はお届けしたいと思います。まずはその熟成肉をわざわざ切ってセットアップした映像がございますのでこちらご覧ください。はい、じゃあ早速、お肉を熟成していきたいと思います。この機械が四国計測工業さんにお貸しいただいたエイジングブースターという熟成機ですね。また素晴らしいお肉が来てるわけですけれどもね、これイチボですね。このままでもね美味しそうなお肉なんですけどね、これをさらに熟成して5日後にもっと美味しいお肉食べるために今日は我慢したいと思います。まずここに置いてこの棒を刺します。これで要は温度測ってるわけですね。原理でいうと冷たい冷蔵庫のような状態に温度を保ちながら腐敗は進めない、さらにマイクロ波を当ててお肉の中の温度をある程度上げて旨味を高めていくと。じゃあ早速閉じてスイッチオン。これでマイクロ波が発生してますね。皆さんお楽しみに。今日はもうこれで帰ります。はい、そしたら5日後ですね。今ずっと熟成している最中でございます。お、いい感じですよ。めちゃめちゃ締まってる。表面ちょっと乾いてるんですけどガチガチって感じじゃないんですよね。これ焼いたらここも美味しそうな感じ。はい、じゃあ熟成肉が出来上がったところでこの熟成肉に合うソースを作っていきたいと思います。まず万能玉ねぎソースというソースを作ります。万能玉ねぎソースって自分で言っちゃうぐらい、万能なんですよ。でお肉全般合います。でお魚でも粉つけてバターでソテーとかしてちょっとこってりさせるとすごく合うんで。で、材料ですけども玉ねぎ、にんにく、みりん、それからお砂糖、お醤油、すし酢、水溶き片栗。簡単な材料ですね。まずにんにく、玉ねぎみじん切りしちゃいます。で玉ねぎソースっていうと大体最初から火入れして玉ねぎの香りを移していくソースが多いんですけど、これは最後に入れて半生の状態で食べるんですね。ちょっと辛みみたいなものも少し残ったり食感も残って非常に玉ねぎ感じるソースですね。にんにく最初にもうお鍋入れちゃいます。にんにくは火通しますね。調味料入れていきます。お醤油、みりん、砂糖。これで一回火を入れてみりんのアルコール飛ばすのとお砂糖をちゃんと溶かします。ただここで水溶き片栗粉を合わせておきます。水と片栗粉でわーって上がってきちゃうんで、したら弱火にしてで水溶き片栗一度粘土をつけますね。ここで粘土がしっかりついたら火止めてすし酢、玉ねぎで混ぜる。はい、終わりっていうね。なんて簡単なんでしょう。じゃあここから熟成肉焼いていきたいと思うんですけど、菌を使った熟成肉だとトリミングしないと食べれないんですけど、これ周り食べれるんですね。で美味しそうなんですよ。このぐらいかな。どんぐらい？こんぐらい？こんぐらい？こんぐらい？誰に聞いてる？誰に聞いてるんですか？岩渕さん。僕ですか？僕の気持ちいいんですか？いいです。いいです。ちょっと厚めがいいと思います。厚め。はい。じゃあいきますよ。肉目に沿って。これいいよ。これすごいよ。でね、匂いもいいんですよ。一般的なやっぱ熟成肉だとお肉の進んだ匂いがするんですけど、ほぼしないですね。じゃあもう一つの赤ワインソースの方のお肉も切り出しますね。でこれはね、ちょっと背高いお肉みたいな感じがいいんですよね。このぐらいでいきましょう。はい、でね、僕ねグラム当てるのすごい得意なんですよ。多分これでね200ないかな。いいですか？はい。全然あるよ。269ありましたでお塩してだいたい 250g でもうそのお塩だけで食べるんだったら僕小さじ1/2ぐらい入れちゃうんですよ。僕普段使ってるお塩って中流粒なんですね。だから空間熱がちょっと高いんですよ。これを食卓塩でやっちゃうとものすごいしょっぱいんで、食卓塩の場合は 250g ぐらいで1/3ぐらい小さじで胡椒で、黒酢の方はちょっと付け合わせでじゃがいもなどをちょっとスライスしてでこれ焼いていきます。でオリーブオイルですね。このぐらいの厚さのお肉です。片面強火で1分1分ぐらい。熟成したお肉の場合火入れしちゃいすぎない方がいいです。これは菌で熟成させるお肉についても中赤い方が絶対美味しいと思います。まだよ、まだ。一番最初のフライパンの温度って重要で、やっぱ表面がじわじわいくと水分出てくるんですよね。中の肉汁が煮焼きみたいになっちゃうんですよ。ジュワーという状態まで上げてから
やっぱお肉焼いていくのがいいと思います。こういうじゃがいもも焼いちゃいます。ですね。わお、いいですよ。で今フライパンの中の温度が上がりきってるので、これで一回ちょっと火下げます。うまそう。今度側面も焼いていきます。で触ってこの弾力の後跳ね返りですね。中の火入れの具合っていうのはこのぐらいでいいと思いますね。そしたらで玉ねぎのソース、うまそう。これでまず完成と。続いて赤ワインのソースですね。材料が赤ワイン、今日はカベルネ・ソーヴィニヨン、フォンドボー、これはスーパーとかでパックで売ってるやつです。それからバター、お塩、砂糖、ニンニク、エシャレット。エシャレットなかなか買いづらいという方は白ネギ、あれがちょっと近いかな。これでベースを作って、その後にまたバターで乳化させるので、別分量のバターが用意してある状態ですね。まずエシャレットですね。非常に香り強いので、ソースにはよく使われますね。みじん切りに切ります。さらにニンニクをスライスしていきます。たら早速炒めていきます。まずバター、溶け始める前に入れちゃって大丈夫だと思いますね。で茶色くなるまで炒める必要ないので、この状態で全体油回ってしんなりした状態ですね。さあここで赤ワイン入れます。で同時にフォンドボー、どうしてもねフォンドボーなかなか家で取るの難しいですからね、これ市販のもので今回代用します。でこのまま煮ていきます。今3分の2ぐらいの分量まで減りました、水分が。でこの状態になってちょっと味見をしていただいて、うまみがちゃんとあるで赤ワインのアルコールが飛んでる状態を確認して、ここでお砂糖を、それからお塩で加塩します。でよく溶かして、でこれでこの中に入っているエシャレットとニンニクをこしちゃいます。さーっと。で今こしたこの赤ワインソースのベースですね、このぐらいの分量、これを大さじ1と1/2鍋に戻して、でこれは結構火が入ってるのである程度持ちます。で火かけの、でここでもう一回バターですね。沸いたらバター投入して、これでバターで一気に乳化させます。で今の大さじ1/2と1/2を半分ぐらいまで詰めますね、これで。だからどんどんこう粘度がこう出てくると濃い赤になりましたよね。この状態で出来上がりですね。赤ワインソース用のお肉も焼いていきますね。ちょっと厚みがさっきよりもあるので 1.5 倍ぐらいあるかな。で中のレアなんですけれども、ちゃんとあったかい状態にしたいので火加減ちょっと調整していきます。でまずは強火でいきますね。まずオリーブオイル、じゃあやっていきます。まずはさっきと一緒ですね。両面をちょっと強火で焼き目をつける。段階的に焼き目をつけていく感じなので、さっきよりも30秒ぐらいでも裏返して、でもこれの焼き目はこんだけついてますからね。反対側も同じぐらい同様に色ついたら、ここで火を落とします。中弱火ぐらい。弱火になっちゃうと中から水分出てくる危険性があるんですよね。この中が温度が下がりすぎて、ここでちょっと蓋入れます。このパチパチパチって音がしてれば安全ですね。これがジュワーっと音に変わったらかなり危険です。もう水分出始めてる。で裏返しますね。でまた同様に蓋します。だからちょっとこういう深いフライパン使うとちょっとオーブンっぽくなるんですよ。だからこの中でオーブン効果って感じですかね。いい感じですね。でこの側面焼いていきます。もう両面こういう感じですね。ガリガリにきちっと焼けてる状態。ここでちょっと温度が下がりすぎてるので中強火ぐらいですね。はい、全面焦げ色ついたら OK ですね。でちょっと成形します。あんだけかけてもまだこの状態ですからね。で触るといい感じなんですよ。人肌よりちょっと高いぐらい。こういう感じでいいんじゃないかな。でさっきのソースなんですけど、ちょっと温度冷めると少し分離しやすいので、もう少し攪拌してもらって、じゃあ盛り付けです。でサラダでドレッシングですね。はい、完成です。こんな贅沢ありますかね。ステーキ2種類っつってないよね。
せっかくいいお肉なんで、こういうね普通の生わさびとかスーパーで売ってますホースラディッシュ、これすりおろしてお醤油と一緒に合わせてもいいし、塩ちゃんとしてあるんでこれだけつけて召し上がっていただいても美味しいと思いますね。だってさ柔らかいもん。すごい旨味がどんどん出てくる。でさっき言った通り表面のところですね、ちょっと硬くなってる部分なんですけど、そこがすごい美味しい。一番好きかも、そこが。いや美味しい。じゃあちょっと万能ソースの方。旨味爆弾だこれ。早く映像から匂いが伝わる世界になってもらいたい。伝えたい。うまいよ。このねお肉の脂をレモンサワーでこの流す時のこの快感って言ったらないわけですよもう。というわけでね、今回4K さんにご協力いただいて熟成機をお借りして、ちょっとこんな美味しいと思わなかったですね。だから本当この表面もトリミングせずに食べれるってことはいいですよね。その前にこのソース作ってみてくださいね。はい、非常に簡単ですから。ごちそうさまでした。